朝日リビングで働く社員室。もともと家具の販売の仕事をしていたんですが、自分の知識やスキルを糧にしてそれを生かして続けていけるプランナーのお仕事に魅力を感じたからです。あとはホームページで女子力企画室ってすごく面白そうだなと思って、それもきっかけになりました。その1ヶ月を過ぎてからは一人で営業所の仕事をこなしていく毎日だったので、本当にわからないことだらけで、それが一番苦労しました。でインターネットでわからない場合は調べたり、それでも本当にわからなかったら各拠点のプランナーの先輩方にいろいろ質問をして本当に助けられたので感謝しています。こちらはもともと玄関から丸見えになっていたので壁を作りました。よくあるようなリフォームではなく、今までにないような他ではないようなプランに内装にしてほしいというようなご要望がありました。リビングに他の賃貸物件にはないような何かを作りたかったんですけど、そのプランを決めるまで本当に悩んですごく時間がかかりました。リビングにあるこの R の垂れ壁が一番のポイントです。でクロスもその部分が結構思い切って可愛いものを選んだので、ちょっと注目していただきたいです。こちらキッチンはそのままなんですが、シートを貼り取っ手を可愛いものに交換しました。小さいお子様がいらっしゃると使いやすいので、和室はそのまま残しています。朝日リビングに入社してから大体2杯くらい朝起きて朝ごはんと一緒にブラックコーヒー飲んで、会社で1杯ちょこちょこ飲むっていう仕事モードになれるっていうのがあります。リモート会議とかが多くなったというか、する機会が多くて、その時になんか自分の考えを言葉にして伝えるのってすごい難しいで、なかなか言葉が出てこなかったりとか、伝えられなかったりするときに、ノースタイスをすることで、脳の動きが活発になって、進めっていうふうに書いてたので、
そこからやるようになりました。最初本当にプランとかそういうテイストとかの引き出しが全然ないなっていうふうに感じて、画像をいろいろ見たら本当にいろんなテイストだったりすごいアイデアがだなって思うので見つけたら即保存みたいな感じでどんどん変わっていきます。構成マンションなんですけど、誰かでしたいっていうアイデアはあったんですけど、どういうふうな組み合わせでしようかなって可能なことは誰かがあるようになと思って、それをでそのまま取り込みました。最近内装の案件が本当に増えてきまして、もうその内装についてとことん詳しくなるっていうのが今の目標です。今は、次長のお力をお借りしながら間取りを決めたりアドバイスをいただいてなんとか、プランしているんですが、そういう施工の面からも詳しいプランナーになって、いずれは内装の方でもリノベーション賞を取りたいなと思っています。プランナーのお仕事は想像していた以上にいろいろなことを挑戦させていただける場があって、最初は不安に思うこともあるんですけど、周りの方にサポートしていただける環境にあるので、そうですね、勇気を持ってチャレンジしてみることは大事にしています。で、入社1年目の時にお風呂セットのプロジェクトメンバーとして活動させていただいたんですが、その時も最初は、入社1年目で力になれないし、もともと参加しようとは思っていなかったんですけど、同期のプランナーさんに背中を押してもらって、結果的には勇気を出して参加して本当に良かったなと思っています。女子力企画室の中から新人さんを含めた5人のメンバー、自由な発想で自分自身を楽しみながら紹介していきたいなと思っていますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。女子力企画室でインスタを始めることになりました。ぜひ見ていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。